でもう一つですよ、今2012年の9月今日29日ですよ。で、今から思い出して、今年の夏、そしてゴールデンウィーク、そして春、冬、正月、今年ね、で去年の冬で去年の夏で、その春が大震災ですよ。あって、そのさらに前の年、その前の年の3年前に歯医者さんに行ったんですよね。そうですね。の何月ですか2009年の3月。3年と半年前。そうですね。ちょっとしっかり思い出して、今2009年の正月なってます？なってます？じゃあ見るわね。で、頭そのままですよ。腕引っ張ります。何も触ってないのに彼は腕は正常に、そして首は松前向いて、ここも今の中で一番太いです。頭皮は動いてますか？動いてます。そして右側で強く噛んで、2009年の1月ですよ。どうですか？いや、2009年の1月です。今そんなに、そう今そんなにですよ。そんなにって言った時は今になってます。だから自分の症状に遭うと人っていうのは瞬間に戻ります。だから今熱心に2009年の1月、つまり3年前に歯科に行ったその年の正月に頭を戻してほしい。戻ってます？戻ってるかどうか見れば分かるんです。戻ってない。だから歯医者に行った頃ですよ。行く前ですよ。歯医者に行った頃がもう3年前ですからの3月ですから、それよりもその年の正月、3年前、いいですか？この状態で、この状態のまま3年前の1月の状態のままで右に噛んでください。どうなりました？力入りますよね。入るんです。症状が起こる前の状態だから噛めるんです。なのに今に戻るともう噛めないんです。そういうことが起こります。だからいつ起こったかは分かります。3年前の何月に、1月に起こってます。歯科医に行く2ヶ月前です。2ヶ月前に起こってます。ただその前はその原因がなかったんです。その原因があったんです。それがあることで歯医者に行っちゃった。それがある時に病院に行ってれば、それがあることで床に行ってれば、もう今頃床屋のせいです。病院のせいです。古屋さんに行ってれば古屋さんのせいです。パンかじってればパンのせいです。それだけの話なんです。運が悪いのは歯医者。それは歯医者の方持つのは今日名古屋から歯医者さんがわざわざあなたに会おうと思って来てるわけですよ。それだけ人がいるんだったら何とか協力できるんじゃないかと思って今日見えたわけですから。でもその歯医者さんに私は今何て言いますか、応援というんじゃなくて、弁護をしてるわけですけど、歯医者が悪いんじゃなくて歯医者に行く前にすでに起こってた。その起こったことは噛み合わせを悪くさせるんです。それはそれだけじゃなくて肩も抜けさせたんです。それだけじゃなくて股関節、寝てください。寝かない、足力抜いて、股関節が抜けてるんです。左は抜けない。右はどう思います？抜けてますよね。肩が感じますよね。もう手首がきてますね。わかるでしょ？わかります。わかるでしょ？もうゴリ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 いってますね。そして足首もゴリゴリと、もう緩んでるのわかるでしょ？
中さん触ってみて。もうこれ足首これ捻挫しますよね。いや引っ張って引っ張ってゴリゴリでゴリゴリ分かるでしょ、はい、ゴリゴリで頭触って頭触るとゴリゴリします？しないですしないでしょ。しない。手離すとゴリポキって言いましたね。ゴリゴリします。もういろんなところ、足首から股関節、質関節から股関節、ずっと骨盤もそうですよ。ずっとなってるんです。これが歯医者さんに行く2ヶ月前に起こったんです。これが何か、脳梗塞です。脳梗塞の脈管機能障害というんですけど、病院に行くと脳梗塞の痕跡はまだないかもわからない。でも脳梗塞になる寸前の状態に体はなったんです。そのままほっとくと脳梗塞に。ただそれがあるからといって必ず脳梗塞になるわけじゃないけども、それがあることで体はいろんな状態になります。それをほっとくと脳梗塞。その前にそれはいろんな症状、つまりそれが普段の生活の中であっちが辛いこっちが辛いということで、辛いうちの一つが噛み合わせる。それで歯医者さんに行ったんです。その時に膝がおかしいと言って帰る、あるいは接骨院行くとまたそこをいろいろ言うとまた問題がいろいろ、だから帰るって肩こりがあるからマッサージ行ったって右の肩こりは取れないです。左が取れても右は取れないです。これはずっと続くんです。そういうふうになってます。これは取れないんです。このまま40年50年いきます。そうするとこれがそのうち認知症になってきます。それ以外にもいろんな病気症状を起こす。これが元です。先ほど言いました、いろんな病気症状の元はいくつもないんです。これが最初です。これをほっとくと脳梗塞系、ある人は心筋梗塞系、あるいは腎臓系の脈管機能障害、そういうのがあるんです。これは医学用語じゃないです。私が作った言葉ですというのがあります。だから歯医者にいくら行こうがこれは治らないんです。で起きてこういうふうにへこんでます。でちょっと手離して、ここと同じようにへこんでますから、ここほらへこんでるんです。ここ同じようにへこんで向こう触ると骨にぶつかります。この骨です。ここへこんでます。ここへこんでしょ。だからこれはこうですから、ここです。こうですね。でこれで見るとまっすぐしたいのはちょっと前だから、ここです。こうなってるんです。ああ、書いちゃった。いいですか。大丈夫ですで内くるぶしですから、ここです。だからこことここをしっかり持ちます。手をこの状態で手だけでしっかり右前5度の方向にグッと持ちやります。手だけでグッと、そしてさらに体ごとグーッと持ってきます。はい、それだけでいいです。自分でやる場合には今の状態でまっすぐ立って、で自分のまず顔ほっぺた触って、左右筋肉はどうですか。やっぱりこっちがちょっと熱い感じです。結構長い時間かかってると筋肉が萎縮してますから、すぐに戻らないものもあります。じゃあ肩はどうなったかと、肩はどうですか。ちょっとは抜ける感じはまだあるんですけど、もう一回ですよ、はい、こうですね。で左手で右の首を触って、いや左手です。左手肉はさっきはその皮が最初のは皮がそのもうピンと張ってるような感じだったんですけど、まあそうじゃないです。で今頭皮を横じゃないです。横じゃなくて親指は後ろです。で親指を横さないようにしてこれを引っ張ります。四肢の方で左をまず最初に動きますよね。この右に、これ最初にやればよかったんですけど、右は動いてます。そうですね、動いてますよね。頭皮も動いてる、首もそう、肩もそうですよね。寝ても頭触らないと腕が止まらなかった。今は頭は触らなくても抜けないですよね。起きます。右で強く噛んで、どうですか。力入ります。入りますよね。ああ、自分はあんなこと歯医者にしちゃった。あんなに歯医者をけなしちゃった。もうその恥ずかしくてど
どうしようかなという思いでしょ。歯医者は何も関係ないです。自分がすでにそういう状態になってたんです。あれでもう都会って言えば都会が何を言われたか分からないですよね。どう思います？これが原因。つまり自分の中に脳梗塞を起こす原因、きっかけを持っちゃった。それは何？足がずれちゃったんです。そうすると上に上がってきて、そういう状態になっていって、時間が経つと脳梗塞で倒れるんです。これがあっという間に来る人もいます。これが何十年かかる人もいるし、そのうち消える人もいます。いろいろです。だから自分でチェックできるようにならないと困るわけです。そうしてる間にその脳梗塞はなくても別の病気に変わっていくわけです。で、病院に行ったってもわからない。わからないけども薬を出します。でも原因は大体ここに来ます。どんなもんでもほぼここに来ます。っていうことなんですよ。で、今のように噛み合わせ方、あるいはどっか悪い時に自分の手で触ればいいんです。頭をね。今、左の頭を触る、右の頭を触る、いろんなところを触る場所があります。頭、右、左、あるいは心臓、あるいは肺、左、右、あるいは腎臓、肝臓、腸というふうに触るところが何箇所かあります。その何箇所かを触って、そこを触った時に良くなった時、そこが原因です。今の場合、頭を触って良くなったから、右の頭がトラブルを持ってた。それは脳梗塞系の脈管機能障害ですよというのが分かったんです。その原因は今度は体をいろいろ倒してみる。いろんな方向に倒してみると、頭を触ってないのに頭を触った時と同じ状態になってる。つまり体をそっちの方向に倒すことで良くなるんだなと。つまり逆にその方向と違う方向にずれちゃってたんだなということが分かります。これが軸がずれてるんです。だからずれてる方向から正しい方向に自分でやれば症状は全部消えます。いつから起こったかは自分の時間を送っていくんです。1年2年3年5年ずっとずらしていくと消える時があります。だから消える時が分かったら、それからもう少し詳しく調べていくと、今から3年前と2ヶ月と3日、その日の午後6時全部脳は知ってます。だからいつ起こったか全部分かります。脳は知ってますから。だから私は全部分かります。そうなってるんです。質問は